皆さんこんにちは。バゲッジのゆかです。今回は香港のバッグメーカーエーブルキャリーさんからご提供いただいたパッキング用収納ケースのキューブスと数量限定で発売のボトルスリングのレビューです。それでは行ってみましょう。まずはキューブスです。いわゆる旅行の持ち物をカバンの中で仕分けるバッグインバッグなのですが、通常のバッグインバッグとはだいぶ違った特徴を持っています。その特徴を一つずつ見ていきましょう。キューブスはこの大中小の3点セット売りになります。大きさは S が横15センチ、縦22センチ、M が横17センチ、縦33センチ、L が横25センチ、縦33センチになります。生地はコーデュラのレッコーです。100% リサイクルのポリエステルやナイロンを使用していて、従来のコーデュラと同様の耐久性を持ちながら環境に配慮した素材になります。この独特のツヤ感がいいですよね。3つに共通した特徴として拡張圧縮ができるという点があります。サイドのファスナーの開閉によってマチの幅が変えられるんですね。これが閉じたところ、そしてこれが開いたところです。衣類など柔らかいものを入れた後にサイドのファスナーを閉めれば圧縮できますし、逆に閉めた状態で使っていて旅行中に中身が増えたらファスナーを開いて容量を拡大できます。側面のアコーディオン部分の生地も本体と同じなので、拡張した際も比較的しっかりした見た目になります。この機能がついた収納ケースは無印良品など最近よく見るようになりましたが、あちこちにファスナーがあってちょっと紛らわしくなりがちですよね。これはサイドのファスナーにだけこのオレンジ色のタグがついているので、すぐにわかるのがいいですよね。デザインはエーブルキャリーのバックパックに共通する角が丸くてソフトな見た目をそのまま縮小しているような感じです。シリーズとしての統一感があります。そして側面には持ちやすいように取っ手がついています。こことこことここの3箇所ついています。そしてこの取っ手のライン上にループがいくつかありますので、ここには自由にストラップをつけたりカラビナをつけることもできます。 M と L の背面には、比較的フラットな収納があります。さらにここにはポケット、そしてループが1つ2つ3つあります。貴重品やスマホ、鍵など細かいものを入れておけます。ここも他社の収納ケースにはあまり見られない大きな特徴ですね。ちなみに使わないときは入れ子にして1、2、3、すっきり収納できます。また色はこのターンの他にブラックとオリーブの3色展開になります。それでは実際の使用例をお見せします。この3つをまとめて私が2、3泊の旅行用に利用しているエーブルキャリーの MAX EDC にちょうど入れ込むことができます。この L サイズの中には下着以外の衣類、例えば T シャツ3つ、パンツ2つ、長袖 T シャツに靴下3セットなどが入っています。まずこれを入れます。そして、M サイズですね。M サイズの中には下着3日分と化粧ポーチが入っています。これをちょっと横にして入れ込みます。そして S サイズですね。この中には洗面用具が入っています。これを一番上に入れます。そしてファスナーを
閉めます。はい、ちょうど入りました。ちょっと補足です。 S サイズには洗面用具を入れているのですが、はい、こうですね、蓋の部分を折り返してこのまんま洗面所に置いておくと、そこの安定がよくって中身も見えるし使いやすくて、非常に良いと思います。はい、そしてここからがこの商品がその進化を発揮するところです。皆さんホテルに着いたら衣類をクローゼットにしまうと思いますが、その後 M サイズに自前のストラップをつければこれだけで行動できるサブバッグになるんです。本体は拡張できるので、例えばコンビニでおやつを買うなどちょっとした買い物なら拡張すれば入ります。エコバッグを入れておけばより大きな荷物にも対応できますし、最近はオールインクルーシブのホテルも増えてきているので、施設内で移動するときにちょうど良いかと思います。L についてはホテルの大浴場やプールなどに行くときに S サイズの洗面用具と着替えなどを入れて持ち運ぶのにいいサイズです。最近はどの宿もお風呂に持っていくものを入れるためのバッグやカゴが用意されているんですけれども、なんというかフェミニンすぎるものが多くって、私はこれまで自前のエコバッグなどを持ってきて使っていました。これなら色、デザインともホテル内で持ち運んでも全く違和感ない印象です。荷物の少ない人なら M サイズでも良さそうですね。そんな優れたキューブスですが、ちょっと気になったところが3つあります。まず重めであることです。これは作りがしっかりしているので当然ではあるのですが、徹底的に軽い旅を目指す人にとっては悩みどころかもしれません。私が今まで使っている無印良品のものと比べると約 90g の差があります。ただ無印良品の方はメッシュ素材で中身が見える上にあくまでカバンの中だけで使うものなので、比べるというのもなかなか難しいかもしれません。2つ目は3つセットでこのお値段ということです。収納ケースとしては安くないのですが、サイズ違いのサブバッグが3つ手に入ることになるので、考え方によってはむしろ高くはないと言えるかもしれません。3つ目は洗濯機で丸洗いができないというところです。これもサブバッグとしての役割を担うためにコーティングの剥がれや生地の質感の変化が進んでしまわないようにということなんですけれども、メーカーからはこすっても落ちない汚れがついてしまった場合、中性洗剤を薄めたぬるま湯をタオルに含ませて拭き取る、あるいは手で優しくすすぐお手入れ方法がおすすめで、その後は風通しの良い場所でよく乾燥させてくださいとのことです。洗濯機が NG でもすすぎ洗いができれば問題はなさそうですね。とはいえトータルで見た時に非常にバランスの良い魅力的なセットだと思いましたので、これからも旅行に持っていきたいと思います。さてもう一つがボトルスリングです。大きさは外寸が約17センチ ×22 センチ、マチが9センチの縦型で、物を入れると円筒形になるのでちょっとスリムに見えます。上はファスナーではなく中身をすぐ取り出せる紐で縛る機構になっていて、その名の通りボトルを持ち運ぶのに最適な仕様ではありますが、ゆとりがあるのでそれ以外にもいろいろ入ります。私はウォーキングをするときに使ってみました。 500ml のボトル、それとウェットティッシュ、傘、手ぬぐいが入りました。メインのポケットの他にファスナー付きのポケット、さらにその中に小さな大小のポケット、鍵などを留めておけるような短いストラップがついています。反対側にも大きめのポケットがあって、頻繁に出し入れするものを入れるのに使えます。
例えばスマホなどがぴったりです。そして先ほどのキューブスの M サイズにつけていたストラップ、実はこのストラップでした。カラビナスタイルのパーツなので取り外しがしやすいです。外装の生地はこのオリーブとテラコッタが海に廃棄された漁網を再利用して作られたリサイクル生地のリージェン。ブラックとタンが先ほどのキューブスと同じ 100% リサイクルポリエステルやナイロンを使用したコーデュラレコーです。数量限定だそうなので気になった方は早めにアクセスしてみてください。詳しいことは概要欄に載せておきます。以上、キューブスとボトルスリングのレビューでした。どちらも長く使えそうな丈夫な仕様、そしてユニセックスなデザインが気に入りました。それではまた。